はい、ということで今回自分の愛車ハイエースわさび号に株式会社アイズさんのアイズブロッカーというものを装着しました。自分趣味で結構スノーボード行くんですけれども、吹雪の時なんかに結構雪がこう吹き込んできちゃって、この辺りびちゃびちゃになったりしてちょっと悩まされてたんですけれども、これをつけたことによってですね、それが全くなくなりました。これ超快適です。これしかも雪だけじゃなくて風もかなりシャットアウトできるんですよ。今何気に結構風が吹いてるんだけど、ここに入るとですね、それを全く感じないです。なんならなんかすごいあったかいんですよね、ここが。なのでスノーボードの時とかゲレンデ到着してここでウェア着替えたりブーツ履いたりするんですけれども、そういう時にですねこれ最高です。日差しもこうシャットアウトしてくれるし、でゲレンデによっては隣の方と結構車近かったりとかして、着替えてる時に目があったりとかして気まずい時とかあったんですけれど、これのおかげでですねプライバシーもかなり守られるようになったというか、ここから着替えてるとこ見えちゃうんじゃないかっていう、そういう心配もなくなりました。これすごいめちゃくちゃ良かったです。それが良かったポイントですね。で、ちょっとここがなと思った点で、これアイズブロッカーが悪いんじゃなくて、ちょっとですねこれ見てわかると思うんですけど、バックドアが下がってるんですよ。前はですねもっとこれぐらいまで上がってたんですよね。それがこれぐらいちょっと下がっちゃってるんですよ。っていうのも、自分バックドアのところにこのラダーを装着してまして、上にいろいろ荷物を置いたりするようにこのラダー設置してるんですが、前まではこのラダーつけててもこれぐらい一番上まで上がってたんですが、このアイズブロッカーつける時にですね結構ピンピンに張ってて、ここにこう紐が通ってるんですけど、ここの紐で引っ張られてちょっと下がってるっていうところですね。これがですねラダーをつけてないと降りてこないんですよ、ここまで。ただ自分のこのハイエースはこのラダーがついてるので、このラダープラスこのアイズブロッカーの引っ張りでちょっと下がっちゃってるっていうところで、これはですね一回自分ここ頭ぶつけてめっちゃ痛かったんで、なんとかしたいと思います。突っ張り棒みたいなので毎回こう支えてもいいんだけど、なんかちょっとここにダンパーがあるんですけど、このダンパーをちょっと強力なやつにしようかなと思ってるんですよ。ネットで探すと意外と出てくるので、今ちょっといろいろ調べてるところです。もし視聴者さんでハイエース乗ってる方でいいダンパー知ってるよみたいな方いたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。ただここがなと思った点はもうそれぐらいですね。これもう完璧、めちゃめちゃ快適。これ何がいいってここがベリベリっと使わない時は剥がせるんですよ。なので場合によってはちょっと取り外したいって思った時も簡単にこれ取り外せるんですよね。多分冬も大活躍今すでにしてるんですけど、夏場もこれかなり活躍してくれると思うので、今からすごく期待してます。今回これを設置するにあたり、ちょっと説明書だと分かりづらいなっていう風に感じたところがあったので、こんな感じでちょっと動画に残して、自分の備忘録としてもちょっと残しておこうかなと思って今回動画にしました。この辺りまだちょっといろいろ改造するかもしれないんで、その時にこのアイズブロッカーこういう風に取り付けたっていうのを動画で残しておけばですね、自分も後々助かるっていうところで、今回ちょっと取り付けの一部始終を動画にしてみたっていう感じです。もしこのアイズブロッカーまだ持ってなくて、これからちょっと欲しくて、なおかつ自分で DIY で取り付けてみたいっていう人の少しでも手助けになれば幸いです。このハイエースわさび号なんですが、いろんなところ改造してまして、今後もどんどんアップデートしていく予定なので、この辺りにハイエース動画再生リストまとめてあります。ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回はハイエースにアイズブロッカーを取り付けてみたっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。